家族ごっこは随分楽しそうだね。拾った子たちは元気？おかげさまでね。いつになったら紹介してくれるのかな。そのうち考えておくよ。それよりどうかした？次の計画について君の意見を聞いとけってさ。相変わらず信用されてるね。付き合いが長いだけだよ。でもこれからこの場所を担っていくのは君だろ。僕たちだろ。まあどちらでもいいけど。時代が移り変われば僕たちの存在意義もなすべきことも変化していく。僕たちは変わらなきゃいけないんだ。この場所を守るために。そうだね。その点については同意するよ。時代にただ利用されて消えていくのはごめんだ。俺たちの技術や知識、コネクションがあればこれから何だってできる。なあオーガスト、君だってそう思うだろ。君は何？何でもない。僕は家族を守るよ。何があっても必ず。家族ね。覚えとく。でも甘いことを言ってるといつか後悔するよ。それなら後悔しないようにやるべきことをやらないとね。わあ、二人ともうますぎるっす。462、463。二人ともヤバタン。全然外さないね。よく集中力が持つな。千景さんとひそかさんが対決してるんですけど、全然勝負がつかないんです。全部ど真ん中っす。そろそろ外したら？そっちこそ。お前らいい加減にしろ。何時間やってるつもりだ。まだ5時間しかやってない。すごいですよね。見てる方がヘトヘトっす。いいから次のミックス公演について打ち合わせやるぞ。みなぎも集まれ。とうとう最後のミックス公演っすね。もう最後か。全員？なるほど、そういうことか。余り物。残り物には服がある。頑張ってくださいね。楽しみっすね。クマピー、兄弟共演よかったね。嬉しい。配役と演目についてなんすけど、年齢はばらつきがあるから学園ものとかはやりづらいな。何かやりたいものとかないっすか？つづるに任せる。つづるの書きたいものでいいよ。あ、俺はせっかくだから兄ちゃんと関係がある役がいい。それはそうだよな。三影さんと十座は。おっと、
悪い。焼き上がったみたいだな。なんかいい匂いがする。今日はスペアリブのオーブン焼きだ。うまそうっすね。お腹すいたっす。先に飯にするか。見かけさんとジューサはリクエストあったら後で教えてくれ。ちゃんとダーツ片付けるんだぞ。そういえばまだ決着ついてなかったな。改めて再戦しないとっすね。また何時間もやるつもりか。せっかくなら組対抗でやっても面白いかも。満開ダーツ大会。春組と冬組はハンデつけた方がいいかもしれないね。次は負けね。お前ら口じゃなくて手を動かせ。アクションか。栄養ドリンクか。急に突っ込まれたから何かと思った。サンキュー。別に。はいはい。ああ、こちらは滞りなく進んでいる。2日前倒して実行、リストの回収まで完了する予定だ。は？データの書き換えは別料金だと伝えておけ。あちらのエビデンスについてはまた改めて。ところで頼んでおいたデータはどうなった？ああ、構わない。すぐに送ってくれ。それじゃあ。監督、プロットできたんで見てもらえますか。今回はシャーロック・ホームズを題材にしました。実ははいはい。三影さん。リクエスト思いついた。本当っすか？なりたくないものになりたい。え？今の自分に満足してるし大事にしたい。その気持ちを忘れないためにも舞台ではなりたくないものを演じたい。なるほど。そのなりたくないものって何なんすか？犯罪と背中合わせの危険な仕事とか、寝る間を惜しんで働く社畜とか、恨みを買う裏の仕事とか。はあ、とりあえず考えてみます。うん。どんな役だよって思ったんすけど、犯罪とか仕事とかってキーワードからシャーロック・ホームズが思いついて、題材としてはそれだけでキャッチーなんすけど、ちょっとひねろうかと。ホームズとワトソンのバディものじゃなくて、ホームズとモリアーティの宿敵同士にフォーカスしました。で、配役についてちょっと迷ってるんすよね。今考えてるのだと、クモンとジューザが敵対する関係になっちゃって、クモンが残念がるだろうなって。いや、
実はこの配役にしたのはもう一つ理由があって。っていう悩ましいところなんすけどね。満月、あの夜と同じ月だ。おい、昼寝するにはもう遅いだろ。お月見、紬とミスミに混ぜてもらった。二人は団子取りに行くって。のんきだな。仕掛けはなんでここに？下から姿が見えた。それだけ？ああ。お前、あの夜誰か見なかったか？あの夜。いや、やっぱりなんで？なんでもない。忘れろ。わかった。おかえり。タイミングがおかしいだろ。ただいま。どうすかね。見かけさんがシャーロック・ホームズで、千影さんが宿敵のモリアーティ教授。ホームズの相棒ワトソンにクモン、モリアーティ教授の部下モランが従者なんだけど。俺兄ちゃんと敵なんだ。クモンは嫌か？つづるさんの脚本は面白いし、ワトソンとモランのやりとりは難しそうだけど頑張る。仕掛けみたいなのが敵にいたら面倒そう。それはこっちのセリフだ。そもそもネタロウが座長って大丈夫なのか？面倒なことは準主演の千影に任せる。おい、今回はワトソンの年齢をクモンに合わせて下げたり、モリアーティのキャラクターを原作と少し変えたり、一部当て書きしました。主人公はホームズっすけど、監督の提案もあってホームズ以外のいろんな関係性も描いたんで、そこらへん意識してもらえると嬉しいっす。わかった。了解。うっす。はーい。脚本ができたのかい？今回のミックス公演はどんな内容なのかね？俺がシャーロック・ホームズで事件を解決する。説明がざっくりしすぎだよ。しかしかの名探偵が題材か。キャラクターが確立されているから役作りはしやすそうだね。原作のホームズとは少し設定が違うから人物像から考えないといけない。原作から離れすぎるわけにはいかないし。なるほど。原作があるからこそ難しい部分というのもあるのか。年齢を何歳くらいにするか。身長は。そういうことは台本に書き留めておいた方がいいよ。ペン。あ、この
ピアス。これピアス？祭りの屋台で買った。こんなピアス昔千影つけてなかった？俺が？そんな女物みたいなやつはつけてない。そういうのは俺じゃなくてなんでもない。気になる。お前はもうこちら側の人間じゃない。知る必要のないことだ。忘れろ。仕掛けがしてた気がしたけど仕掛けじゃなかった。俺は誰のピアスを見たんだろう。仕掛けに聞いた時何か言いかけてたような気がするけど、ボールペンの一つも持ってないのかい？君の部屋は引き出しの中まで殺風景だね。ほら使いたまえ。ありがとう。先生。違うか。モナは軍人だからな。先生。うるせえ！さっきから先生連呼しやがって。外でやれ。先生！人の話聞け！大体軍人ならまず姿勢からちげえだろ。チンピラみてえな姿勢どうにかしろ。誰がチンピラだ？てめえだよ。こういうのだけは聞こえんのかよ。軍人はこうか。だからうるせえ！いちいち怒鳴んな。ヒーローの研究談話室に忘れてましたよ。忘れてったのはネタロウだな。俺が銃座たちに回しておくよ。次の公演シャーロック・ホームズか。原作全部読んだんですか？いや、まだ半分。ちょうどこのゲームホームズ出てきたところなんですけど、やります？性別からして違うな。後で落としてみる。やるんだ。気が向いたらな。オタクと演劇バカの不況は無下にすると後が怖いし。分かってるじゃないですか。他にもいろんなゲーム出てるんで LINE で送っときます。ああ。クモン、何読んでるの？シャーロック・ホームズ原作の漫画。今度のミックス公演はホームズがモチーフなんだ。ホームズって三角っぽい？どうかな。俺はホームズの相棒のワトソンの役なんだ。医者を志してるんだって。探偵の相棒ってことはワトソンも事件を解決するの？うん、推理したり悪者と戦ったりするんだ。じゃあ猫さん迷子事件も解決できる？猫が迷子になったの？解決できるかわかんないけどやってみる。やったー！猫さん屋根の上にいるよ。七味味はいらない。甘くないおやつなんておやつじゃない。銃座とクモン喧嘩しないの偉い。
兄弟だから。俺と千景は血はつながってないから違う。あ、月のピアス。よく聞いて。喋ったらダメだ。オーガストの顔から正義が失われていく。追っ手が近づいてくる。体が宙に浮いて真っ暗な海に投げ出される。薄れる意識の中で見た男の耳のピアス。そうだ、あれは確かだが、敵に俺たちを撃ったんだ。なんでもない。用事思い出したから先に帰る。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。美味しかった。イタルは社畜だから残業ね。千景さんはいいんですか？プロジェクトが違うからね。天馬くんも今日は遅いらしいです。まだ食べてないと思う。監督と一緒なのかと思ってたよ。連絡してみましょうか。繋がらないな。スマホ部屋に置いてっちゃったのかな。他のみんなにも見かけなかったか聞いてみよう。俺たちも行く。寒い寒い。足のつま先や指の感覚はもうずいぶん前になくなった。体がだるくて動かない。空腹の感覚もいつの間にかわからなくなった。遠くの方から子供の笑い声が聞こえる。楽しげに通りを歩く家族の話し声。どこかの家の窓から流れてくる美味しそうな夕飯の匂い。空腹よりも寒さよりも胸が苦しい。家も家族も初めから知らないはずなのに。僕たちと一緒に行こう。違う。聞こえるはずない。もうオーガストはいないんだ。ここどこだろう。俺が昔いた町にちょっと似てる。みんなのところに帰りたい。でももしあいつに顔を見られてたらみんなのいる寮には帰れない。あいつにバレたらまた大切な家族を失うかもしれない。もう
家族を失いたくない。見つけた。何してるんだ、こんなところで。仕影。みんな探してるぞ。ごめん。何を思い出した？変な男を見つけた。髪が長くて月のピアスをしてた。またこっちに来てたのか。また？あいつ俺のことを探してるの？オーガストと同じように俺を。落ち着け。あの夜俺はあいつを見た。やっぱり裏切り者はあいつか。俺もオーガストをはめた裏切り者について調べていた。最近妙に奴の動きが怪しいからおかしいと思ってたんだ。ただ確証がなかった。あいつがボロを出すのを待ってたが。気づかれたかもしれない。だとしたらこんなのんきにはしていられないはずだ。前も言ったが、お前の素性はごまかしてあるからすぐにバレることはないだろう。ただ向こうも網を狭めてきた。接触してくるのは時間の問題だろう。劇団に危険が及ぶ前に手を打つしかない。どういうこと？そのままの意味だ。お前はしばらく外出を控えろ。あとは俺がうまく片付ける。公演はどうするの？仕掛けは劇団で役者として生きるって決めたはずだ。そのために危険は排除する。ここから先は俺の仕事で、役者御影ひそかは公演に集中しろ。仕掛けだって役者だ。俺は絶対に次は家族を守るって決めたんだ。それは俺だって同じ。俺とお前はもう立場が違う。違わない。違うだろ。今のお前はもうディセンバーじゃない。みんな心配してる。一度帰るぞ。モリアーティ教授。君は？数学科1年のジェームズ・アディソンです。高校生の時に聞いた教授のガロア理論の話に感銘を受けてこの大学の数学科に入りました。ほう。ガロア理論は大数学だけでなく数学すべてに通じる理論だ。君の進路選択は間違っていなかったと思うよ。ありがとうございます。そもそもなんでそんな変装してるんですか？用心のためさ。今回の事件は針の穴に糸を通すような慎重さが必要になる。君がわずかな鼻息の音一つでも立てれば全てが台無しになるような骨の折れる仕事なのだよ。はあ、なんだかいつになく興奮していらっしゃいますね。それはそうだよ。これを成し遂げれば間違いなく犯罪史上に残る偉業となることは間違いないからね。そういうわけで僕はこれからしばらく身を隠すことになる。後のことはよろしく頼むよ。放っておけと言ってるだろ。できません。僕は医者の卵です。怪我人を放り出すことなんてできません。
これは何かご依頼ですか？君の招待を受けようと思ってね。部屋をお間違いでは？私もガロア理論を初めて知った時は興味を惹かれたものだよ、ジェームズ君。エバリスト・ガロアの数奇な運命にもね。うっす。え？俺もそっち食べてみようっと。甘いのはこっち。あざっす。この辛いせんべい、ヒーローせんべいって書いてある。もしかしてシャーロック・ホームズの一作目ヒーローの研究と絡めてるのかな。今回の公演にぴったり。俺は食べないけど。ヒーローの研究か。俺はまだこれからっす。モランは登場しないしね。ホームズってセリフがかっこいいんだよね。ほら、ランス中佐を訪ねた後に言った。人生という無色のもつれた糸玉には殺人という黄色の糸が混ざっている。僕らの任務はそれを解きほぐして分離させ、端から端までつまびらかにすることだ。難しいっす。探偵の仕事をヒーローの研究と例えるところがホームズらしいね。さて、休憩はこのくらいにして、初稽古の監督さんの所感は？表面的か。ごめん。兄弟かどうかは関係ねえ。舞台の上じゃ役者と役者だ。よし、俺兄ちゃん立ちする。お腹すいた。いただきまーす。いただきます。俺、キューちゃん、ジューちゃんの隣に座らなくていいの？うん。今役作りのために兄ちゃんじゃなくて中座さん立ちしてるから。ジューちゃん立ち？ブラコンには無理だろ。今日のデザートはティラミスだぞ。わあ、美味しそうだね、ジューちゃん。俺の分食べていいぞ。いや、今日はやめとくっす。はあ？頭大丈夫か？昼飯代わりに砂糖を舐めてる兵道が？舐めるわけねえだろ。でもそのくらい中座さんには甘いものが必需品っすよね。クモンが頑張ってんだ。俺だけ何もしねえわけにはいかねえ。二人ともあんまり無理するなよ。そうそう、無理が一番良くないって。大丈夫。ちょっとぐらいに兵道さんとお風呂に入れなかったり、近くに行けなかったり、話せないくらい。涙目だぞ。ジューちゃん、ティラミス美味しいよ。気にしないで。
俺の分まで食っていいぞ。手震えてるっす。おい、大丈夫か？二人とも完全にアウトでしょ。君にとってあいつは何者？謎の組織に所属してるスパイ？それともマシュマロ食ってばかりのネタロウ団員？監督さんは一人の役者御影ひそかとしてあいつを見てやればいいんじゃない？監督も一緒にいかがですか？美味しいワインを見つけたんだ。つまみも作ったぞ。マシュマロをあげる。アーモンドショコラクランチマシュマロ。人気の限定商品でね、行列に並んで買ったのだよ。毎日お得用よりこっちがいい。ひそかくんの普段のペースで食べたらあっという間になくなってしまうよ。大切に食べたまえ。今回の兵道兄弟の役作りは荒療治らしいな。二人とも大好きなものを断つなんて思い切ったよね。ひそかくんはマシュマロを立たなくていいのかね？餓死する。密かにとっては主食だものね。アリスが司教立ちすればいい。なぜ役作りの必要もない私がやらなければいけないのかね？ひそかくん、いつもの調子が戻ってきたみたいだね。まったく毎度手間がかかる。飲み会っすか？冬食うみたくずるいね。参戦とどうぞ。仕事で今日は帰れないらしいです。社畜ね。あっちのプロジェクト今は落ち着いてると思ってたんだけどね。あの人疲れ知らずのチートだから。本当はダーツ大会に向けて練習をしようと思ってたんすけどね。埋め合わせは焼肉。高級肉希望だよ。飲み放題もプラスで。監督さん、難しい顔してどうかした？おかえり。心配しなくても今のところまだ奴に動きはない。だから早く寝ろ。お前の場合は明日に響く。でも関係ないと言っただろう。とにかく早く寝ろよ。おやすみ。千景。ああ。
ねえオーガスト、俺はどうすればいい？おはようっす。おはよう。わかった。部屋をお間違いでは？私もガロア理論を初めて知った時は興味を惹かれたものだよ、ジェームズ君。エバリスト・ガロアの数奇な運命にもね。君の武器は仕込み杖か。あなたはナイフのようですね。君は私の鏡だ、ホームズ。正義の味方の皮をかぶって犯罪の謎解きを楽しんでいる。私がいなくなって絶望するのはホームズ、君自身だよ。コミュニケーションか。兄ちゃん立ちしてるだけじゃダメってこと？難しいっすね。うっす。ジューザ、とりあえず2人でご飯でも食べに行く？うっす。じゃあ俺たちも2人で行こう。俺いい店知ってるんだ。わかった。何食べようか。カレーは飽きてるだろうから担々麺とかキムチ鍋とかトムヤンクンとか。あそこのお店はエビチリが美味しいよ。全体的に赤いっすね。そういえばジューザはかなりの甘党だっけ。だったら。いや、今は甘いもん立ってるんで辛いもんでもいいっす。そう？じゃあ比較的マイルドな店で。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。ご注文がお決まりの頃お伺いします。多分これとかこれはそんなに辛くないと思うけど。この担々麺にします。無理しなくてもいいんじゃない？いや、たまにクモンが頼んでてこれくらいなら食べられそうなんで。そうじゃなくて役作りのこと。無理をしてるのはクモンよりジューザの方に見える。かもしれないっす。でも元はといえば俺が言い出したことなんで。どういうこと？はいはい、見かけさんまだなんか。今日は客が多い日だな。脚本のリクエストか？うっす。クモンとは敵対関係にしてほしいっす。敵対関係？クモンが残念がりそうだな。
それは無理にとかじゃないんで、できたらでいいっす。おいジューサなるほどね。でもどうして？兄弟だからこそ現実ではありえない関係を演じることで、俺もクモンも役者として成長できると思ったんです。でも結局自己満足でしかなかったかもしれない。クモンを苦しめただけだった。そういうことならクモンも理解してると思うけど、はっきり言ってあげた方がいいかもしれないね。その方がきっと安心すると思うよ。そういうもんすかね。言葉にして初めて伝わることってあるから。なるほど。なんか千景さん先生みたいっすね。先生？そんな褒められた人間じゃないよ。でも今モリアーティ教授に従うモランの気持ちが分かりました。確かに最近は満開寮の家庭教師をすることも増えたけどね。どっかの誰かさんに押し付けられるせいで。でも俺は本来人に教えられるような人間じゃない。どういう意味ですか？まあ悪いことばっかりしてきたから。それなら余計にモリアーティ教授に近いっすね。モナは多分モリアーティ教授が必要悪だと思ってると思う。だからこそ教授の教えに従って働くことを決めたんだ。あんたもきっと悪いことをしたとしてもそれが必要なことだからなんだろう。どうかな。でもそんな風にまっすぐについてきてくれる部下がいることはモリアーティにとっても救いだっただろうな。ご注文お決まりでしょうか？ああ、じゃあ俺はこの麻婆豆腐辛さ10倍で。10？担々麺はどうする？辛さマイルドで。かしこまりました。そうそう、無理は良くないからね。いらっしゃい。ここラーメンマップ作った時に見つけてさ、気になってたんだ。ひそかさん、何にする？おすすめはこのチャーシュー麺。マシュマロ麺。そんなのないよ。じゃあ同じのでいい。チャーシュー麺2つね。チャーシュー麺2つお待たせしました。美味しそう。いただきます。チャーシューが肉厚でめっちゃうまい。肉嫌いだからあげる。なんでチャーシュー麺にしたの？代わりにマシュマロを入れる。それはやめた方がいいって。まずは普通に食べてみて。わかった。美味しいでしょ？うん。よかった。マシュマロ入れたらどうしようかと思った。マシュマロ麺っていうのも面白そうだけどさ。そういえばホームズも変わり者だし、ワトソンはいつもこうやって振り回されてるのかも。なんかちょっとワトソンの気持ちが分かった。マシュマロ1個だけ入れてみる。おー、待って待って。ちょっとキャッチボールしてこ。キャッチボール？そうそう、昼飯の後たまに腹ごなしに河原に寄るんだ。行くよー。ひそかさん、今のすげえ。ナイスキャッチ。
そういえば今回の公演、ホームズとモリアーティは盾があるんだよね。いいなあ。俺もいつか兄ちゃんとアクションシーンやってみたい。クモンは運動神経いいし向いてると思う。そうかなありがとう。仕掛けさんも運動神経すごくいいから、ひそかさんとのアクション楽しみ。どうだろう、うまくできるといいけど。なんで？芝居の掛け合いもうまくいかないのに、盾はもっとタイミングが重要になるから難しいかも。仕掛けさんと何かあったの？何か？喧嘩とか？喧嘩みたいなものかも。そっか、だから芝居もうまくいかなかったんだ。じゃあまずは仲直りしないと。どうかな。謝って解決するものでもないから。そうだ。わーい、一番乗り。走ると転ぶぞ。なんで風呂？さあ。気持ちいい。ほら、二人も入って入って。喧嘩した時は一緒にお風呂に入るっていうのが兵道家の家訓なんだよ。喧嘩？ひそかさんと千景さん喧嘩したんでしょ？似たようなものだし。まあそうか。不思議と風呂に入ると素直に話せる。仲直りするのはいつもお風呂だよね。二人も喧嘩するんだ。意外。最近はあんまりないっす。まあだいたい俺が拗ねて兄ちゃんを困らせることが多いんだけどさ、風呂だと距離が近くなったような気がしていろいろ話せるんだよ。だから二人もどうぞ。と言われてもな。お手本見せてくれる？クモ、俺はお前に謝らないといけねえ。え？俺がつづるさんにクモンと対立する配役を頼んだ。お前の希望通りじゃなかったのはそのせいだ。兄ちゃんが？お前が舞台に立ったのは単純に俺を追いかけてきただけだったかもしれない。でも今は主演も準主演も務めた立派な夏組の役者だ。俺は兄弟という枠を取っ払って役者兵道公文と同じ舞台に立ちたかった。結局兄弟の枠をどうやって取っ払うか悩むことになったが、これも役者として乗り越えるべき壁だと思う。でもそれも俺のエゴってやつだ。お前に押し付けて苦しませたのは悪かった。配役を頼んだことは知らなかったけど、なんとなく兄ちゃんの気持ちは分かったよ。きっと役者として成長してほしいっていうことなんだろうなって。俺にうまくできるか悩んでたけど、兄ちゃんも同じように悩んでるって分かってちょっと嬉しいかも。正直寂しい気持ちはあったし、兄ちゃんの期待に応えられるか不安だった。でも兄ちゃんと一緒に同じ目線で悩んで乗り越えるんだって思ったら元気が出てきた。そうか。俺兄ちゃんと同じくらい立派な役者になれるように頑張る。俺もお前に恥じない芝居をするつもりだ。
結局二人ともお互いを思いやっていたがゆえのすれ違いってことかな。やっぱり二人は家族って感じがする。根本的なところが似てるんだよね。不器用だけどまっすぐ。ひそかさんと千景さんも似てると思うけど。どこが？こいつと？うまく言えないけど、そういうところとか。タイミングぴったりっす。ものすごい甘党とものすごい辛党っていうのも正反対である意味鏡みたいだよね。二人は家族って何だと思う？考えたことないっすね。うん。生まれた時からずっと一緒に暮らしてて、いるのが当たり前の存在？何かあったら守りたいと思う存在っすかね。一緒にいると落ち着いたり、どんな時でも安心できるとか。なんつうか、多分家族って血のつながりとかじゃなくて心のつながりだと思う。うんうん。根っこでつながってるっていうかさ。心のつながり、根っこでつながってる。そうやって考えるとさ、満開カンパニーは大きな家って感じしない？みんな全然年齢も性格も違うのに、お互いを大事にしてて、演劇が好きでいい舞台を作ろうっていう根っこが同じ。そうだな。家族か。確かに根っこは同じだ。次の公演もいい舞台にしないとね。うっす。はあ、気持ちよかった。みんなといろいろ話せたし楽しかった。千景さんの言った通りちゃんと言葉にしてよかった。あざっす。あれ？そういえば2人の決着がついてないよね。ああ、俺たちは別に。ヒーローの研究の犯人は復讐なんてしないで警察に突き出せばよかったんだ。犯行の動機が自分の婚約者を奪って死に追いやったことに対する復讐だったな。警察に突き出しても犯人の望むような罰は与えられなかったかもしれない。無事に復讐を遂げて最後は心穏やかだったんだから、身勝手でも犯人にとっては最善だったんだろう。犯人は復讐せずにはいられないほど婚約者たちのことが大切だったんだよね。だからといって正当化できないし難しいよね。亡くなった婚約者たちはどう思ってたんだろ確認しようがないだろう。わからねえが犯人に悲しい思いはしてほしくなかったと思う。クモン、ジューザ、ありがとう。見かけか。ちょうどよかった。あ、ひそかも来たな。ちょうどいい。レクチャーを頼むよ。今ダーツの練習をしてたんだ。組対抗の試合となると罰ゲームがあるからな。
旗揚げ公園のババ抜きをした時は東さんと紬くんのおかげで免れたが、今度は春組がいる。宇月はかなりの強敵になるだろう。春組も練習するって言ってたしね。密かくんの足を引っ張らないように練習しないと。別にそんなの気にしなくていいのに。密かくんは何か話でもあったの？これからちょっと出かけようと思ってて。おや、用事があったのかい？すごく大事な用事。詳しくは言えないけど、行ってくるって伝えておきたくて。そう。過去への決着パート2。なんだそれ。パートいくつまであるんだ？まだ続きそうだな。これで最後。絶対に帰ってくるから、これ預かってて。で、この前の限定マシュマロかね？大事に食べてたから、まだあと14個残ってる。数えてるんだ。アリスはつまみ食いしないで。そんなことしないよ。君ではあるまいし。ともあれ、預かっておくよ。気をつけて生きたまえ。ちゃんと帰ってくるんだよ。公演初日ももうすぐだしな。主演がいなきゃ始まらないだろう。ダーツ大会も見影がいなければ勝てない。みんな待ってるから。いってらっしゃい。行ってきます。見てないけど、帰ってきてないの？連れて帰ってくる。大丈夫。ちゃんと2人で帰ってくるから。主演と準主演だし。わかった。中佐さん、軍人めっちゃ似合うっす。様になってきたな。俺は見習いとは言っても医者だからな。もう少し機敏に動けた方がいいんじゃないか。でもあんまり有能だとワトソンっぽくない気もする。今日はいろいろ試してみようよ。よし。みんな付き合ってくれるって。ディセンバーを捕らえた。本部に報告は？まだだ。一応先に聞いておこうと思ってな。賢明だ。ディセンバーの始末は俺が任されてる。場所を教えろ。すぐに送る。ディセンバーをどうしたって？
オーガストがくれた新しい人生を、冬組と満開カンパニーが作ってくれた今の自分を大事にしたい。だったらおとなしく。大切なあの場所に胸を張って帰りたい。復讐のためじゃなくて、今の家族が待つ家に二人で帰るためにここに来た。千景もそれは同じ気持ちでしょ。復讐したいんじゃなくて、あの場所を守りたい。だから俺にも守らせてほしい。頑固だな。こっちのセリフ。クモンたちが言ってた通り、俺たちは似てるのかもしれないな。嫌だけど。こっちのセリフだ。それでどうするの？とりあえず着替えろ。懐かしいだろ。今日で最後だ。もちろんそのつもり。わかりやすすぎる。人目につかないのはこういう場所しかないんだよ。そういえばこういうところばっかり使ってたっけ。ドラマや映画もすごい。のんきなやつだな。足引っ張るなよ。どっちが？捕まえたって聞いてたけど、ちょっと様子が違うみたいだね。従来。はじめましてだな、一応。ああ、なかなか顔を見せてくれなかったおかげでね。まあこれが本当の顔とは言ってないけどな。確かに。それはいつか確かめさせてもらうとして。それでどっちがディセンバー？いや、背格好からしてそっちか。あの崖から落ちてよく生きてたものだね。さすがオーガストが見つけてきた子というところか。なんで俺が崖から落ちたこと知ってるの？その話を後でゆっくりしよう。その必要はない。お前はここで。あんたに頼みがあるんだけど。ディセンバー？頼み？俺はあんたがオーガストをはめた裏切り者だって知ってる。報告すればあんたの身は危ない。そう、だからこそお前を裏切り者として始末しなくちゃいけないんだ。俺は死にたくないし、組織に復帰したい。だからあんたにつく。ディセンバー、何を言ってる？オーガストの命と引き換えに得た自由を手放すというのか？信じられるわけがない。オーガストには申し訳ないと思ってる。でも今の俺には守りたいものがあるから。本当はエイプリルと協力してあんたを捕まえてボスに突き出すつもりだったんだ。でもエイプリルは組織から逃げることを望んでる。組織に復帰するなら次のボスについた方が賢い。エイプリルを裏切り者に仕立て上げれば
丸く収まる。おいディセンバー、計画と違うぞ。それを信じるというなら証拠を見せてもらえるかな。俺たち二人でオーガストの仇を取るんじゃなかったのか。なんで急に。これしかなかったんだ。ごめん。ふざけるな。いつも文句ばっかり言ってたけど、俺エイプリルのこと嫌いじゃなかったよ。ディセンバー、証拠はエイプリルの身柄。煮るなり焼くなり好きにすればいい。家族ごっこの結果がこれか。だから甘いことを言ってると痛い目に遭うと言ったんだ。これで大事なものを守れるなら本望だ。まだそんな青臭いことを言ってるのか。お前にはわからないだろうな。わからない。わかるさ。ずっとオーガストも俺と同じようにあの場所を一番大事にしてると思ってたのに、それがまさか組織から抜けて一般人として生きるために記憶の研究を進めてるなんてな。心的外傷の治療のためだと歌っていたのに全部嘘だったんだ。あいつこそが裏切り者だろう。俺たちが血を吐く思いで訓練に耐えたのはそんなことのためなんかじゃない。俺たちは組織のために生きて死ぬ。これからは時代に利用されるんじゃない。俺たちが時代を作るんだ。だからオーガストは。ああ、敵に情報を売った。研究の成果を放棄すれば助けると言ったのにオーガストはそれも拒んだからだ。お前の罪はそれで全部。何？お前拘束されたふりをしただけだ。今の会話は全部本部に送信した。こんなベタな罠に引っかかるなんて拍子抜け。それならディセンバーが本当は生きていてエイプリルが隠していたことをバラしてやる。仲間を裏切ったお前の言葉なんて誰も信じない。裏切ったのは俺じゃない。いいからおとなしく眠ってろ。遅い。この距離なら逃げられないだろう。油断したお前のミスだ。こちらエイプリル、裏切り者を捕獲した。何？協力者は武器を取り出したため始末する。送還手配を頼む。以上。最悪。海に落とすなんて聞いてない。さっきの蹴りのお返しだ。あれは芝居。手加減なかっただろ。そうだっけ。ほら、手を貸せ。帰るぞ。ずぶ濡れ。上着だけでも着替えといてよかっただろ。千景がこういう作戦使うとは思わなかった。やるとしたらオーガストだよな。俺は反対する。でも
役者御影ひそかとして胸張って帰りたかったんだろ。まあうまくいくかどうかは賭けだったけど、本来あいつは表に出てくるタイプじゃないからな。実地での判断力は低いと予想していたが、思った以上に冷静さを欠いててよかった。ジュライはあそこに染まりすぎたんだと思う。他の生き方を知らなかったらあんな風になっても仕方がない。オーガストはジュライムを救いたかったのかもしれない。そうだな。ただいま。ただいま。おかえりなさい。おかえり。遅かったっすね。どこ行ってたの？ちょっとアクションの練習をね。いいっすね。俺たちも自主練して調子出てきたんだ。今から稽古しませんか？その前に預けてあるマシュマロを取ってくる。つまみ食いされてたら困る。行ってこい。じゃあ俺たちは先に稽古場行ってるね。ただいま。ちょっとだけね。でもこれで厄介事が全部片付いたから。ありがとう。ここはこれからも安全だよ。密かももう大丈夫。万が一今後何かあっても俺がどうにかするから安心して。ん？分かったよ、監督さん。そういえば今日のアーモンドショコラクランチマシュマロ食べるの忘れた。は？なんで今言うんだ？食べなきゃ。後にしろ。あんな甘いもの食べたら喉乾くぞ。激辛せんべい食べてた千景に言われたくない。ここでも喧嘩？全然緊張してないっすね。正面から鋭利な刃物で刺されたことによる失血死。現場に不審な点はなく、現金と金目のものが奪われている。まず物取りの仕業と見て間違いないでしょうな。今回はホームズ殿のお力を借りるまでもなさそうだ。それはどうでしょうね。と言いますと？この時間ここで暴漢と彼が居合わせたことが仕組まれたことだとしたら、さらに言えば暴漢に金が必要な切羽詰まった理由があったとしたら、これは偶然などではない、故意に引き起こされた殺人事件だ。それはそうかもしれませんが、そんな証拠でもあるのですか？被害者の彼の服は一つのシミもシワも見当たらない。持ち物にしても学生の一人暮らしにしては清潔すぎる。彼は極度の潔癖症と見える。
そんな彼がこんなゴミのあふれた薄汚れた路地裏を好んで歩くとは考えにくい。何か特別な理由があるのでない限りね。しかし彼がロンドンにいたのは親戚と会うためで、親戚に怪しい点などなかったが。待ち合わせ場所がこの路地裏でないのなら、なおさら彼がここを通る理由はないはずだ。彼の当日の行動をもう一度調べることをお勧めするね。なるほど、そうさせてもらいます。モリアーティ教授、君は数学科1年のジェームズ・アディソンです。高校生の時に聞いた教授のガロア理論の話に感銘を受けて、この大学の数学科に入りました。ほう、ガロア理論は大数学だけでなく数学すべてに通じる理論だ。君の進路選択は間違っていなかったと思うよ。ありがとうございます。君の名前何だったかな？ジェームズ・アディソンです。そうか、覚えておこう。あんなヘマをするとは。大丈夫ですか？俺に構うな。でも怪我をしてるじゃないですか。触るな。あ、動いちゃダメですよ。放っておけと言ってるだろう。できません。僕は医者の卵です。怪我人を放り出すことなんてできません。勝手にしろ。はい。あれ、ホームズさんはまだ帰ってないのかな。こんばんは。どちら様ですか？あ、もしかしてホームズさんにご依頼ですか？すみません、今出かけてるみたいで。いいえ、依頼ではないの。でも待たせてもらえるかしら。ホームズさんとはどういったご関係で？聞いてないの？そう。まあ言えるはずないか。それってどういう？ちょっと考えればわかるんじゃない？名探偵の女子くん。彼と私は一心同体。深い関係とだけは言っておこうかな。はあ、それはつまり。そう、本人だ、ワトソン君。何を想像したのかな。二人の人間が身も心も一つになれるはずがないだろう。それはそうですが、もう少し頭を働かせることだ。そもそもなんでそんな変装してるんですか？用心のためさ。今回の事件は針の穴に糸を通すような慎重さが必要になる。君のわずかな鼻息の音一つで全てが台無しになるような骨の折れる仕事なのだよ。はあ、なんだかいつになく興奮してらっしゃいますね。それはそうだよ。これを成し遂げれば間違いなく犯罪史上に残る偉業となることは間違いないからね。
そういうわけで僕はこれからしばらく身を隠すことになる。後のことはよろしく頼むよ。ずいぶん急ですね。なんせ相手は僕と同じくらい頭の切れる人間だ。しかも腕の立つ部下もついてる。いつ寝首をかかれるとも限らない。僕は何をすればいいですか？部屋で試験勉強でもしていたまえ。留守番っていうことですか？今回は君の出番はないよ、ワトソン君。でも危険な相手なのでは？そう。だからこそ君には机に向かっていてほしいのだよ。やれやれ。そこに居座られては出かけられないのだが。ホームズさんの助手になることを決めてから覚悟はできています。僕も連れて行ってください。断ってもカバンにぶら下がってついてきそうだな。せめて自分の足で歩きたまえ。はい。手始めにフランスに行ってみるというのはどうでしょうか？以前から行ってみたかったんです。分かっているのかね。これは物見湯さんの旅ではないのだよ。なんだね、突然立ち止まるのは。伏せたまえ。シュン、あのアパートの2階だ。急ぐぞ。はい。逃げられたか。しかしあの男、どこかで見たことある気がするんですよね。君が目まで悪くなったのかね。そうだ、先日路地裏で怪我をしているのを助けたんです。間違いありません。助けた。なるほど。今回は君をぶら下げてきて正解だったようだ。旅は終わりだ。帰ろう。こうなったら逃げ回るよりも先にした方がいい。出発したばっかりなのに。行きたければ一人で行きたまえ。待ってください。仕留め損ねた。しかも顔まで見られるとは、君にしては随分とお粗末な結果だね。すみません。彼は危険な男だ。このまま野放しにしておけば私たちの身が危ない。夜分に失礼します。どなたですか？警察の者ですが、少しお話を聞かせてもらえませんかな？何でしょう？この辺りに凶悪な犯罪者が隠れているという通報がありましてな。長身の怪しい男を見かけませんでしたか？ずっと家の中におりましたので。そうですか。では何かありましたらご連絡ください。はい。調べれば調べるほどあの男につながるか。これは
何かご依頼ですか？君の招待を受けようと思ってね。部屋をお間違いでは？私もガロア理論を初めて知った時は興味を惹かれたものだよ、ジェームズ君。エバリスト・ガロアの数奇な運命にもね。さて、彼と同じ運命をたどるのはどちらか。いずれこうして相対すると思っていました。ご招待を受けていただいて光栄です。君の武器は仕込み杖か。あなたはナイフのようですね。君は私の鏡だ、ホームズ。正義の味方の皮をかぶって犯罪の謎解きを楽しんでいる。私がいなくなって絶望するのはホームズ、君自身だよ。ホームズさん、大丈夫ですか？そこまでだ。遅刻だよ、ワトソン君。すみません。ワトソン君、いないのかね？やれやれ、雑用すら任せられないとは。失礼。おや、どうかしましたか？大変です。モリアーティ教授が逃走しました。逃げ出した？ええ、近辺を探させておりますが、再びあなたを狙う可能性があります。どうぞくれぐれもお気をつけください。動くな。二度は助けない。こんなことを続けていたらいつか本当に命を落としますよ。どうしてあんな人に協力してるんですか？今からでも考え直して。先生はこの世界に必要な人だ。お綺麗なあんたにはわからないだろうな。招待を受けてくれてありがとう、ホームズ君。何？先日のお返しですよ。まさか本当にあなたがいらっしゃるとは思いませんでしたが。君と直接話がしたくてね、好奇心が抑えられなかった。はっ！僕も賞賛なくあなたに決闘を申し込んだわけではないんですよ。そのようだね。しかし私を捕まえても他の人間が私になり変わるだけだ。何も変わらないよ。あなたの代わりなどいるはずがない。あなたほど犯罪に愛された人間はいませんよ。あなたが関わった犯罪は少し調べただけでも10はくだらない。ここで見逃していればどこまでも増えていったでしょうね。犯罪に愛された人間なら目の前にいるだろう。君はいずれ退屈にあいて耐えられなくなる。次は君の番だ。
先生！待て！また会おう、ホームズ君。逃げられたか。すみません、僕がまんまと捕まってしまったせいで。想定の範囲内だ。まあいいだろう。今回は2度も助けられたからね。2度？いつですか？わからないのか。なら感謝は帳消しにしておこう。そんな、教えてくださいよ。みんな見に来てたんだ。立ち見席劇団員でいっぱいっすね。道理で劇場がいつもより窮屈に見えた。でも嬉しいね。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様。母さん、父さん。まさか十座と公文がこうして立派に並んで舞台に立つとはな。ほんと嬉しくて涙が出ちゃった二人とも役者として頑張ってるのね。俺たちは席外すか。まあネタロウにしては頑張ったな。千影にしては頑張ったね。役者か。俺たちにとって演技は人を騙すためのものだったのにな。みんな拍手してくれた。ああ。二人きりでやった一番最初の任務のこと覚えてるか？オーガストが心配してずっと玄関で待ってた。その割に帰るなりダメ出しばっかりされたが。うん。懐かしいな。いや、家族水入らずを邪魔するのもどうかと思ってさ。今度改めて挨拶するよ。ほっとした。やっぱりダメ出しだ。同じだな。あ、いたいた。今日の反省会っすか？俺もお願いします。お腹すいたよ。とりあえず帰ろうか。それでいいよね、監督さん。やったー。今日の夕飯何かな。オミさんがローストビーフだって言ってたぞ。うまそう。また肉。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。あざっす。よう。今回のメンバーも面白いメンバーが揃ったな。兵道弟は当て書きってのもあるが、純粋なところが曇りのない両親として光ってた。本当？やった！兄は薄暗い世界で生きながらも光を内に秘めてんのがよく出てたしな。兵道兄弟もそうだったが、主演と準主演も根っこが似てるな。並んで芝居をしてるとよくわかる。じゃあワトソンとモランにも設定を付け加えてみます。いや、敵対してるとはいえやっぱりジューザとクモンは兄弟で似た者同士なんで、そういうところが出せた方がいいっす。そういや、千景さんと三影さんも。三影さん、本当は究極のマシュマロ、アルティメットマシュマロを探す旅人になりたかったって言ってて、俺を困らせたくないから我慢したらしいっす。そうなんすよ。千景さんもアルティメットカリーとか言ってたなと思って。2人とも甘党と辛党で正反対なのに、やっぱり似た者同士ですよね。だから今回のホームズとモリアーティの関係が合ってるんじゃないかと思ったんすよ。わざとでも無意識でもみんな何かしら隠して生きてる。自分の本性だったり考えだったり相手への行為だったり。だけど芝居をすると自然とその隠してたもんが出てきちまう。密かと千景は2人ともそれが一番顕著だったな。ホームズとモリアーティは2人のそういう部分がうまく芝居に生きていた。腹に一物ある人物同士だからな。お前らにしかできねえ芝居だ。よかったぞ。ありがとう。珍しく褒められたな。演じてるのに素が出るってのは皮肉なもんだが、だからこそ芝居は面白い。これでミックス公演は完走か。改めて新生満開カンパニーは変なやつらの集まりだな。今まで組単位で見たらまとまってるように見えたが、混ぜるとよくわかる。ま、初代も人のことは言えねえか。ちぐはぐで喧嘩も衝突も多かった。でも仲間が大事で、何よりこの劇団が芝居が好きだった。それは新生も変わらねえな。お疲れ。お疲れ様。お疲れ様。お疲れっす。俺、兄ちゃんの隣。もう兄立ちは終了か。ジュザ、マフィンとタルトとプリン作ってあるぞ。すってさらに盛りすぎだろ。甘味立ちの反動だな。
密かも疲れちゃったかな。ネタロウは通常運転だろ。ひそひそ脱大会は危険？起きたらでいいんじゃないですか。じゃあ組対抗脱大会始めるよ。ルールは1人3投で総合点が高かった組の勝ち。最下位のチームは1週間支配人のお手伝いです。寮の周りの雑草むしり放題ですよ。絶対やりたくない。勝つぞ。頑張るっす。まずは1回戦、春組対夏組。誰から行く？じゃあ俺から行きます。あんまり力みすぎない方がいいよ。はい。頑張るだよ。7点、15点、13点で合計35点。すみません、シングルばっかりで。十分十分。昨夜はそんなもんだろう。うちには最終兵器がいるから大丈夫でしょ。夏組もリーダーから言ったら。おう。天馬くん頑張って。頑張れ。18点。1のダブルで2点、1のトリプルで3点で23点。1。逆に器用だよね。てんてんナイスコントロール。次は高得点枠狙ってこ。春組は次マスミかな。いいけど。すごい連続ブルー。50点 ×3 で150点。このくらい簡単だし。ほんと器用だよな。夏組はユッキー。14点、12点、13点で39点。ま、こんなもんでしょ。高得点だね。ユキ上手。春組の最後は千景さんですね。最終兵器登場ね。確定演出来た。あんまり期待しないでくれる？20のトリプル ×3 で180点。余裕で最高得点叩き出すとかさすがっすね。えぐい。どうも。夏組のラストはミスミだな。頑張ってください。スミーさんだって運動神経いいから仕掛けさんにも負けないよね。三角が絡まなければね。的は丸だし大丈夫だろ。いくよ三角と三角と三角。やったー、全部三角に入った。おい、そこシングルなんで全然点数高くないとこ。でも三角だよ。ダメだ、
ルールの時点で負け確定。3点かける3で9点。合計は春組456点、夏組285点。春組の勝ち。やったねー。勝ちましたね。負けた。ビリにさえならなければいいよ。そうそう、次頑張ろう。続いて秋組 VS 冬組。最初は俺からでいいよな。頑張れバンちゃん。余裕余裕。よっと。50点かける3で150点。ど真ん中か。さすが高得点っす。相変わらず器用だな。冬組もリーダーの俺からかな。そうだな。頑張って。20点、9点、11点で40点。まあまあじゃないか。十分だよ。秋組は次、俺が行く。マフィン両手に持って言うことじゃねえだろ。打ってからにしろ。あ、じゃあ俺っちやるっすよ。よーく狙って。ああ。0点、20点、5点のトリプルで35点。狙いは良かったんじゃないか。まあまあだろ。一回外したっす。冬組は次タスクがやったらいいですけど。15点、11点、18点で44点。まあ外さなかっただけいいか。いい得点だと思うよ。秋組ラストはあーちゃん。っていうかこれ絶対負けだろ。ひそかさん控えてるし。まだわからねえだろ。起きずにリタイアの可能性もある。だといいけど。13点のダブル、15点、12点で53点。冬組のラストは見かけだが起きないか。ダメそうですね。こんなこともあろうかと特別なマシュマロを用意しておいたのだよ。期間限定リッチミルクハニーマシュマロだよ。さあ目覚めよひそかくん。あんな美味しそうな匂いのマシュマロを使ったら。起きないわけがないな。さあダーツをしたまえ。20点のトリプルかける3で180点。マシュマロを食べながらあの正確さか。恐ろしいな。あんなの勝てるわけないだろ。合計は秋組312点、
冬組443点で冬組の勝ち。よし勝ったよ。見影がいると強いな。3位決定戦にかけるか。だな。じゃあサクサク司会よろぴこ。はい、続いて夏組 vs 秋組の3位決定戦を始めます。ムク頼むぞ。まず構え方はめっちゃ緊張してる。落ち着け。0点、18点、20点の38点。ああ、ごめん。大丈夫大丈夫。後半挽回してるし。秋組は俺が行くか。オミくん頑張れ。着実に点取っていくぞ。こういうのあんまり得意じゃないんですよね。12点、15点のダブル、18点で60点。すごいっす。まぐれだ。夏組次は俺が投げるよ。頑張れカズ。ビリだけは避けたいよね。オッケー、軽く軽く。調子いいかも。50点、13点、11点で74点。真ん中すごい。これでだいぶ稼げたな。俺たちも頑張んないと。負けられねえぞ。次は俺か。サケオさんなら普段から刃物投げてるしいけんだろ。誰がだ。0点、15点のダブル、0点で30点。外したっす。なんか調子悪くないっすか。メガネの調子が悪くてな。それ早く言ってくださいよ。チャンスだ。夏組最後は俺だね。頑張ってキューちゃん。兄弟対決か。今回のミックス公演と同じだね。兄ちゃん負けないよ。珍しく弟が張り合ってんじゃん。舞台の上でも対等に渡り合ってたからな。兄も気が抜けねえぞ。クモ、俺も本気で行く。20点、20点、18点で58点。ダブルいけなかった。十分十分。カモン頑張った。負けんなよ。当たり前だ。0点、0点、14点のダブルで28点。あれどうしたんすか。銃座も調子悪いな。濃厚すぎだろ。腹が妙にきつくて感覚が狂った。菓子食いすぎだ。
足立ちの反動がここまで響くとはな。兄弟対決は弟の勝ちか。成長したな。格好つけてもお前ただの食べ過ぎだからな。結果発表。合計は秋組305点、夏組309点で夏組の勝ちです。やったー、勝った接戦だな。危なかった。雑草抜きかよ。仕方ないな。それじゃあいよいよ春組 VS 冬組の決勝戦を始めるよ。春組は私から行くよ。ほいさっさーだよー。いけーしゃしゃ。50点、50点、20点で120点。あの掛け声でこのスコア納得いかないんすけど。相変わらずスペックが高い。冬組はガイさんお願いします。分かった。10点のダブル、50点、50点で120点。張り合ってくるのがポンコツね。偶然だ。次は俺かな。的に当てるだけでいいんで。1点でも得点にはなる。なんかバカにされてる。別にいいけどさ。0点、0点、15点で15点。まあ2桁いったしすごいよね。0点じゃないし頑張ったよ。志が低すぎ。ダーツの練習したんじゃなかったのか。千景さんが仕事で来られないって言うからやめたんすよ。そうなの？そうそう、俺が下手なままなのは先輩のせい。仕方ない。それはない。次は僕が投げるよ。頑張ってください。ま、適当にね。18点、15点、20点で53点。こんなものかな。いい得点だね。じゃあ次は俺が投げるな。頑張ってくださいね。俺の分取り戻して。プレッシャーかけないでください。よっと。18点、20点、10点のダブルで58点。ダブルすごいです。もうちょっと得点高いところだったらよかったんだけどな。まあまあじゃない。お前が言うな。次は私が投げよう。華麗なフォームを編み出したのだ。いくよ。いや、そこは普通に投げた方が。はあ。0点、0点、20点で20点。まだ改善が必要だね。絶対普通に投げた方がいいだろ。全然ダメ。ひそかくんはこんな時ばかり起きてるね。
ワンチャンあるんじゃない？確かにイタルさんの分巻き返せるかも。最後は千景さんですね。安牌。俺がお膳立てしといたんで、あとはよろ。まあいつも通りやるよ。20のトリプルかける3で180点。ほんとミスしないっすね。チートキャラね。さすが先輩、頼りになる。まったく調子がいいな。冬組のラストは密かだね。アリス川の分まで頼むぞ。めんどくさい。20のトリプルかける3で180点。ひそかくんも絶対外さないよね。それでは結果を発表するよ。合計点は春組452点、冬組452点。まさかの同点？同点の場合どうするの？サドンデス？代表者のサドンデスっていうのはどう？じゃあ当然春組は千景ね。冬組は見かけだな。この前の決着がつけられるな。負けない。この前は確か5時間は続きましたね。今度は何時間続くかな。そろそろマシュマロ切れてきたんじゃない？投げながら食べられるし。全然終わらないな。このまま一晩中やるつもりか？何かイレギュラーな要素でも入れた方がいいんじゃない？確かにこのままだと一生ミスしなさそうだよな。そういえば最下位は罰ゲームで1位になったらなんかあんの？そっちは特に決めてなかったね。なんかご褒美あげよっか。本気度が上がるかも。ご褒美って？それはやっぱり最下位が支配人の手伝いなら1位はデート券とか。俺も参戦する。お前は千景さんと同じ春組だろ。それ見かけにとっては罰ゲームだろ。食べ物は何を選んでもどちらかに罰ゲームだよね。わかった、マシュマロ味のカレーね。断固拒否。やる気なくなった。2人とも外したぞ。これ2人とも0点で同点だとサドンデス勝負はどうなるっす？続行？